ございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は日本一源泉数が多い九州大分県。温泉大好き夫婦は超多忙だった8月をなんとか乗り切り、少し遅めの夏休み、美味しい海の幸をいただいて温泉を楽しんで絶景を走り抜ける、もう最高の夏休み。しかし初めて体験するトラブルにてんやわんや。それでも夏の疲れを癒す旅、九州大分県3泊4日キャンピングカー車中泊旅、本日より始まります。よろしくお願いします。時刻は3時4時前ですけどね、停電したような状態ですね。やっちまいましたね。おはようございます。ペイです。母ちゃん、はい、今はどこに向かってますか？南へ向かってます。南、はい、またざっくり来ましたですね、今回は九州。わお、はい。でも日程がねあまり取れなくって、本当は10日間ぐらい取りたかったんですけど、ちょっとね急に忙しくなっちゃって、でなんとか頑張って取ったのが4日間ですね。まあ忙しかったんですよ。北海道から帰ってから、北海道がね6月の20日ぐらいに帰ってきたんですけど、今はねもう9月なんですよね。2ヶ月とちょっとね旅に全く行けなくって、その間ね仕事がね忙しかったんですよ。で先週ねようやく発表会がね、生徒さんたちのねダンスの発表会を企画してて、でそれを1年かけてやってきたんですけど、でその発表がですね先週に終わって、でやっとですね旅にっていうか、やっと4日間の休みが取れて、でキャンピングカーをね購入した時の最初に行ったのが九州なんですけども、で同じ9月なんですけどね、9月にまた九州に行きたいなと思って、でただ4日間なんで弾丸で行くこともできるんですけど、ちょっとね疲れててもう結構発表会が大変だったんですよ。で私たちは踊ってないんですけど、いろいろね裏方としてやらせていただいたのが大変で、で温泉に浸かりたいなと思って、で大分県首都圏に絞って大分県に行こうと思います。大分県はね日本で一番温泉が多い県ですからね。はい。で大分県はあんまりゆっくり行ったことないねんな。なかなかなんかね、ちょっと車では通り過ぎるばっかりになってたんで、ちょっとだけね瀬の本のあたりとか黒川温泉とかには行ったことがあるけどね、多分別府のあたりがねメインになるかなと思ってるんですけど、ちょっとねあんまりねピッと来てないのと、あと、先ほどからねずっとお伝えしてるように時間がなかったんで、計画もねむちゃくちゃくちゃってやって出てきたって感じなんで、行き当たりばったりみたいな感じになるんですけどね、九州大分県楽しみたいと思います。で今はですね兵庫県と岡山県の県境あたりを走ってます。でまだここから483キロでそうで、ただいまの時刻は1時半ですねはい眠たいですダンスのねレッスンが終わってですぐ出てきたんですけどね、でもうちょっとしたらどこかでね車中泊をしようと思ってます。はい、では今回は九州大分県楽しんでいきたいと思います。寝てるよねあっちゃん。じゃあ行ってきまーす。薬草注意エリアです。母ちゃん、はい。吉備に着きました。時刻は2時半ですね。わお。もう眠かった眠かったでもね吉備まで来れると思ってなかったんですけど来れて、だいぶね残りの距離があと430キロぐらいかな。まだまだですけどねもちろん今日はねもうここで寝たいと思います。はい、じゃあもう寝る準備して寝ましょう。はい、じゃあちょっとトイレ行ってきます。け
寒いでな、22度とかってなぎはちょうど上一回ちょっと強くかけて冷やしても止めようかな。タオルケット持ってこようと思ってね、忘れたわだから毛布なぎのクーラーガンガンやからちょうどいいんちゃう。動きが鈍い。あ、そうか、布団セッティングしてへんから今から全部やらなうまくね。いるかな。水平。まあそんなにおかしくはないと思うけど。あ、できた。よいしょ。めっちゃ喉乾いてるわ。そうやろな。ないね。もうちょっとだけ飲もう。ただいまの時刻は2時55分です。今から寝ようと思います。やっぱり北海道の旅の時は6月でしたけど寒かったんで、お布団ね、毛布とか寝袋とかかぶって寝てたんですけど、今はね9月の初旬なんですけど、お布団全然楽ですね。もうタオルケットも持ってこようと思ったんですけど忘れちゃって、で毛布でね寝ようと思うんですけど、でももうそれだけさっさっと引いてもう終わりなんで、やっぱり全然違いますね。じゃあね、寝たいと思います。もうちょっと疲れましたね。明日はね朝から大分県を目指してまた走ろうと思います。430キロぐらいですかね。まあそんなにすごく距離があるわけじゃないんで、まあ距離ありますけどね、430キロってまあまあありますけど、まあ3時ぐらいには着くかなと思ってます。はい。でそこからねまずは温泉に入って、で道の駅で車中泊をさせていただくような予定をしてます。はい。じゃあ寝たいと思います。おやすみなさい。よし、空気がこもってんだ。このナギのハウスってこれ合ってんのかな。ナギが成長しすぎちゃってね、進撃の巨人みたいになってるほんまやな、壁越えてんでありゃなイちゃん、これなイちゃん伏せして、伏せちょうどです。伏せしたらちょうどやねんな。アップになったらアップなったらちょっとおーみたいなナギの声聞きたいっていうコメントが来てたよ。ナギの声っていつ？結構なんかマミマミああそうか、そうやな。普段はあんまり声出せへんもんな。あんまり声出さない方だね。ちっちゃい時はよう吠えてたんやけどな。そうだね。まあでも今もナギの遊び方って独特やからな。
なんか他のワンちゃんがワンプロみたいなのしてる間にナギはワッ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 みたいな吠えて、なんか全然一緒に遊べないっていうのが続いてるけど、まだ最近でワンちゃんともあんまり遊ばへんようになったかな。なんか前みたいな感じじゃなくなったの、ちょっと大人になった感じかな。やんちゃん、なんか一言ありますか？一言。やんちゃん出発しましょう。おはようございます。今は7時過ぎですかね。じゃあこれからね出発したいと思います。パンももう買いました。買いました。メロンパン。メロンパン、わあ柔らかすぎてもうぴっちゃこなっちゃう。ありゃほんまやな。あかんねえの。パンも買って今から食べながらもちろんハンドルはちゃんと持ってるんですけどね、横から食べさせてもらいながら出発しようと思います。残ってる距離は430キロぐらいで、まだちょっと距離がありますけどね、安全に気をつけていきたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。少しで福山サービスエリアなんですけど、ちょっとね後輪側のエアーの圧力が高いんですよね。で一度ねチェックしようかなと思います。4キロが標準の設定値なんですけど、5キロぐらいあるんですよね。で、走ってて高くなるっていうのはあるんですけど、ちょっとね上がりすぎだなと思うんで、少しね 4.2 ぐらいで高めで入れてるんですけど、それでもやっぱちょっと高いなと思うんでね、チェック一度エアゲージでチェックしてみます。今からね後輪のエア圧チェックしたいと思います。ちょっとね高いですね。これがねエアの圧を送るセンサーなんですけどね、でこれがねなかなか電池がねすぐ切れちゃうんですよね。ね、今ゼロですね。でダブルタイヤなんでここの部分だったらこのまま刺すんですよね。でここだとこっちへ引っ掛けてエアを測るんですけど、これがね結構ねめんどくさいんですよね。高い。やっぱ高いな。こんだけあるな。4.2 ぐらいは入れてたんですけど、その後ねエア入れてないんですけど、やっぱり普通に置いてる状態でも 4.6 ぐらいになってたんですよね。で走るとやっぱり高くなってしまうんで、なのでやっぱちょっと抜いておきます。多分4.6 ぐらいで、今の状態で 4.6 ぐらいで落ち着いた状態、タイヤが熱くなくって普通の状態に戻った時に 4.6 ぐらいで、おそらくですけど 4.1 か2ぐらいになるんじゃないかなと思うんで、一度ね 4.6 で全部今の状態ではね、今走ってきたばっかりなんで、今の状態では 4.6 ぐらいで合わせてみたいと思います。エアゲージとかでね空気の調整するときにやっぱり抜けすぎちゃったりするんで、その時のために空気入れもね常に積んであります。キャンピングカーはね車重があるんでタイヤね気をつけてるんですけど、本当ねこまめにねチェックするのがいいかなと思います。はい。タイヤのエア圧は後ろ 4.2、4.2、4.2 で揃ってますね。4.2 ぐらいがいいなと思ってたんで、これはちょうどいいですけど、フロントがちょっと少ないな。フロントは6キロが標準なんですけど、6キロに届いてないですね。5って、ちょっとこっちは誤差ぐらいですけどね。
まあ、もうちょっと入れてもいいかなと思いますね。あーちゃん、はい、ここはね、奥屋はいパーキングエリア、はい、広島県ですね。はい、でね、眠いんです。もう今朝の9時なんですけど、もう眠いんです。最近寝不足が続いてるからかな。ちょっと眠いですね。なので、もう何言ってるか分からない。半分寝てる。半分寝てる。少し休憩します。広島県は、レモンの生産がもう一広島県はレモンの生産量が日本一。それほんま？ほんま？書いてあった？いや、ペイさん家は、結構レモン買う。そんなん聞いて、そのレモンが広島県は生産が1位っていうのはほんま言ってんね。ペイさん家はレモンをよく買うとか、広島県で一番よく買うから。違うわ。ちょっとまた調べます。はっきりしないんで。いや、ちょっとこっち来て。あ、ほんまやね。書いてあるね。書いてありました。大丈夫だと思います。もうちょっとで微糖ちゃんぽん。我が家恒例の山口県のこの辺りまで来たら微糖ちゃんぽんを食べる。もうちょっとでね。で、今は時刻は12時25分なので、ちょうどねお昼時でいいタイミングです。楽しみですね。だね。もう朝からずっと家内が言ってます。ジャンプジャンプジャンプ踊ってましたよ。ではもう少しで微糖です。ちゃんぽんやで母ちゃん。そうやね。今なんか入り損ねたらどうしようどうしようってめっちゃ緊張した。よかったね。よかった。入り損ねたらもう食べられる。めっちゃ緊張した。何？ここの人。回し物ではありません。回し物ではないですね。はい、今日も大盛り食べたい気分。あ、大盛りやったんかな。ないです。ないんか。どういうこと？はい、母ちゃん、微糖ちゃんぽん、はい、いただきましょう。いただきます。じゃあいただきます。美味しそう。じゃあいただきます。美味しい。美味しいね。美味しい。野菜たくさんだね。野菜めっちゃ多いよな、やっぱり。嬉しいわ。豚肉も入って。イカが入ってます。で、エビも入ってます。結構具沢山なんですよね。あ、そうそう。で、アサリもね入ってるんですよ。いやー、いただきます。美味しいね。やっぱうまいな。美味しい。野菜が多いから嬉しいな。うまい。うめえわ。うめえ。微糖ちゃんぽん。美味しかった。美味しかったね。もう一杯。もう一杯。食べれる。家内はバイトするそうです。ここで。なんか作り方を覚えるため。まあいつもね、いろんなとこ行って美味しいもの食べたらバイトするって言ってますけどね。まあ下試しはないですけど、まあそろそろするのかなと思ってます。雇ってください。いちいち私はそこまで送って迎えに行ってみたいなことをするのかと思ったらゾッとしますけどね。じゃあ出発します。美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさま。言うてんの。にゃんちゃん今の何？会話。やめた今。自分たちだけ食べてって。終わってんの。にゃんちゃん。あ、始まった。
めっちゃ喋ってる。うん、もうちょっとで九州やで。また九州わかる？九州見たことあるで。見たことあるやろ。あご実際の道路標識を確認し、逆走にご注意ください。かじゃん、はい関門海峡ですね。はい。今橋渡ってます。でこれから九州上陸です。まあまあ順調ですかね。高速の出口、はい来ましたね。中津、550キロちょっとですね、走ってきました。今から出口を出て、でまずは道の駅中津へ行きたいと思います。でそこの近くの温泉に行こうかなと思ってます。はい、じゃあ出口出ます。いくらでしょう。立つの西からやからね。7520円割引でね。続いて斜め左方向です。道の駅って書いてある。あ、これが道の駅なんや。これ道の駅やもん。これだね。そういうことか。直接入るようになってる。目的地に近づきました。案内を終了します。道の駅中津に着きました。でここはね、野菜とかがたくさん売ってると思うねんけどね。まあ行ってみないと分かんないんだけど、で駐車場もね大きいですね。ここが第一駐車場、今第一駐車場に止めてるんですけど、向こう側にも第二駐車場があるみたいですね。止めるところはたくさんあるみたいですね。で多分、第一駐車場が車中泊させていただくにはいいのかなと思うんですけどね。でもこの後温泉も行きたいので、いろいろ考えながら進んでいきたいと思います。ここが多分ね結構大きい野菜とか売ってる物産館だと思う。買えるもんがあると思うんで行ってみましょう。多分ここ鶏の唐揚げが有名やね。そうなの？すごい。うまそう。メゴチなんて珍しいな、もう今は。道の駅で、買いました今日の夜ご飯とかももう買いました。お惣菜いっぱい売ってたんで、今日はお惣菜で夜ご飯にしようと思います。でこれからですね、温泉に行こうと思います。温泉はここから行きたい温泉はね14キロぐらい離れてると思うんですけど、でもね近くにもね何個も温泉があるみたいなんで、もう一回調べて行こうかなと思います。で今日はねもうこの道の駅で車中泊をさせていただこうかなと思ってます。駐車場も広いのとなんかね空いてきそうなんですよね。なのでもうちょっとしたらやっぱり車中泊の車でいっぱいになるかもしれないですけど、今のところはねさっきキャンピングカーがね1台入ってきたぐらいなんで、なんか、もしかしたら空いてていいかなと思ってるんですけど、あとはねナギがね走れるところがねあると思ってきたんですけど、あんまりねなんかないんですよね。それがねちょっとだけはあるんですけどね。それなのでもうちょっとだけ考えますけど、多分ここで今夜は車中泊しようかなと思います。はい、じゃあまず温泉行ってきます。ここ見てみようか。なんかこっちの方がなんか車中泊はしやすそうな雰囲気じゃない？ほらなんかちょっとね散歩できそうなところもあって、さっきのところ何がちょっと難しそうやってんな。ここは道の駅新吉富、福岡県ですね。でさっきガソリンスタンドを入れた隣でしたね。最後の一つまで減っちゃってて、
ちょっとヒヤヒヤしましたけど、今スタンドに着きました。ナギがね少し散歩できそうなところがパッと見た時にあったんで、一度ね見てみて、で温泉行ってから考えようかなと思います。はい、じゃあちょっとチェック行ってきます。ちょうどね道の駅のね裏側に広場があるんですよね。これが遺跡跡なんかな。ワンちゃんの散歩がダメとかって書いてないので大丈夫かなと思うんで、これだったらナギも走れるんでいいかなと思います。はい。ワンちゃん散歩させてるね。大丈夫そうね。地元の方っぽいんで。ワンちゃん散歩されてますね。大丈夫だと思うんで、ナギもここで運動したいと思います。じゃあまずはどうしようかな。どっちが先かな。まず温泉が先。違うな、運動が先やな。運動してない。ここの広場は何かの遺跡なのかな。で道の駅のねスタッフの方に「ここ犬の散歩大丈夫ですか?」って聞いたら「大丈夫だと思いますよ」って言われたんで大丈夫だと思います。でここでね少し運動したいと思います。ナギ今日全然運動してないんでね。じゃあ行ってきます。走りたい。今ナギの運動が終わって、で道の駅を出て、これから温泉なんていうとこ、八面山、黄金温泉館。黄金温泉館。八面山ってちょっと分かんないね。っていうところがなんか良さげだったので、そこへ向かってます。ここから9キロぐらいかな。もうすぐ着くと思います。じゃあ行ってきます。ちょっと汗かいたんで温泉楽しみです。この左がこれがそうかな。この左これだね。でもここから行ったら高さが第二駐車場。結構混んでるんやな。そうやね。ここ空いてる。ちょっと上の枝が当たるからいかん。じゃあ手前から入らない。前からちょっと変段する。ここは全然入れるな。この人はちゃうんか。こっちもね。これもそうじゃん。ね、温泉入り口駐車場、これもそうだね。えらい枝が低いね、ここ。全部ね。こっちは下で行こっか。いや、そこも枝がかかりそうやねんけど。母ちゃん、はい、温泉に着きましたね。ここは八面山。わかりません。漢字が読めない。で、黄金温泉。もう定かじゃありません。ここに書いておきます。すいません、漢字の弱い夫婦でも。で、この温泉の駐車場なんですけど、ですね、木がですね、結構ね低いところまで、あんな感じで低いところまで入ってるんですよ。ここは入れたんですけど、空いてるところで入っていこうと思うと結構ね木が生い茂ってて、向こうなんかもそうなんですけど、よいしょ、こんな感じでちょっとね入ろうかなと思った時にやっぱりね当たっちゃいそうなところがあるんですね。これぐらいだったらね当たっても大丈夫だと思うんですけど、あれぐらい太い枝になっちゃうとちょっと当たると怖いんで、そこに下ろうかなと思ったらそこにも枝があるみたいな感じなんですよね。もし高さのあるキャンピングカーで来られる場合は少しね上気をつけられるのがいいかなと思います。私たちのキャンピングカーを止めた駐車場は道に面したところに止めました。もうねここだったら高さ気にせずに大丈夫だったので、ここが空いててよかったです。雰囲気がいいね。雰囲気いいね、ここ。料亭みたい。本当やな。焼き鳥なんかいい匂いしてんな。いい匂いして、めっちゃいい匂いしてるな。ここが受付？これ受付か。ここがお風呂じゃないかな。すごいな、なんか。
じゃあ温泉、はいちょっと良さげですからねじゃあ楽しんできます空いてるそうなんで、はい、もう2ヶ月半ぶり2ヶ月半ぶりぐらいの温泉ですから楽しんできます温泉どうでしたなんかでかくなかったでかかったね。なんかねめっちゃ規模が大きいんですよ内風呂も大きいしで露天風呂が何個あった一つ二つあってでその上になんか洞窟がちょっと入れなかったけど、そっちにある洞窟やったよな、なんか洞窟温泉があるって書いてあったんですけどそれはね工事中で入れなかったみたいなんですけど男風呂の方はね露天風呂が一つあってその上にもう一つ露天風呂がそれと一緒につながってるようにあるんですね、でその上に歩いていったらまだ2つね露天風呂があってで一番上にある露天風呂は打たせ湯みたいなのが結構きつかったんですよ、ね、そうなんかね首がムチ打ちがみたいになるぐらいねなんか太いねんなで高いんですよ上にでねあれはちょっとこれって合ってんのかなと滝がかなり高いそう音もねちょっと怖い音が鳴るみたいな感じでしたけどねでも期待以上に良かったです、本当に綺麗なとこやね。そう良かったです。お値段も700円ジャフカードで600円そうかジャフカード提出でまた100円引きっていうね我が家ねいつもジャフカードを取りに帰るっていう感じだったんですけどジャフカード提示すると600円でお一人ね入ることができます、もうここはめっちゃ良かったわなんか人も混んでなかったんですよね、今日金曜日でも金曜日で普通混んでるよな、でも混んでなくってすっごいねリラックスして入れました、本当に良かったです、はい、じゃあ凪のところに帰りますなんかすごい雰囲気がいいとこやな、すっごい雰囲気いいですよここね、なんかすごい。ただいまにゃんちゃん。ただいま。ただいま。ただいま。ありがとう。ありがとう。母ちゃん、はい、道の駅中津に戻ってきましたけど、戻ってきました。あんまり今日金曜日の夜なんですけど、キャンピングカーとかもっといるのかなとかと思ったら全然いないんですよね車中泊されてる方も、車は止まってるけどね、大丈夫かな寂しいいや今日はねこの道の駅中津で車中泊させていただこうと思います。はい、バッテリーがねだいぶ減りましたね。 50% になっちゃってるね。ナギがキャンピングカーの中におったらクーラー入れなあかんからどうしても減るな。最初なんか全然減れへんねんなとそう思ってたけど、暑くなったらやっぱ出力がすごい上がんねんな。急になんか上がってて、パッと見たら次見たらもうさっきまで 90% だったら次もう40何%になってたもんね。まあでも今晩これやったらな大丈夫そう。大丈夫そう。ただいまの時刻は8時38分ですね。で、これから晩ご飯にします。
今日はお惣菜パーティーです、はい、もう移動ねかなりしてきたんで、もう作るんじゃなくてお惣菜を買い占めてきました。結構ね美味しそうですよ。でもねなんかね、美味しそうです、美味しそう。で昨日の金曜日に日付が変わった12時半に自宅を出発して、でこちらに着いたのが3時過ぎ、4時前ぐらいだったね。で4時前ぐらいに大分県の方に入ってきて、で道の駅どこで車中泊しようかなと思ってうろうろしてたんですけど、結局道の駅中津で車中泊させていただくことになりました。はい。でなんかねめちゃくちゃ空いてるんですよね。道の駅でこんな空いてるの初めてかな。だって金曜日の夜、大体やっぱり結構混んでるね。この後にねまた車が増えてくるのかもしれないんですけど、今のところはねうち1台みたいな感じですかね。なんか大丈夫かなとかと思うんですけど、はい、うち1台なんで止めたいところに止めさせていただきました。はい、じゃあいただきましょう。ちょっと疲れましたね。はい、結局移動距離は560キロぐらい移動してきましたね。まあでも青森とかね行くこと思ったら全然ね、いや全然ってことはないけど、3分の1ぐらいな感じですからね。そうですね。じゃあご飯いただきましょう。で今日はねお惣菜なので、今日はねこんな感じであさりのご飯、でこれがサバのお寿司ですね。でこれがねキスの南蛮漬けみたいな感じだと思うんですけどね、酢漬けって書いてありますね。でこれがね鶏の唐揚げなんですけど、なんか大分県は鶏の唐揚げがすごい有名っていう風にねなんか言ってネットで書いてあったので、これね大分県の鶏の唐揚げ買ってみました。でこのお寿司は昨日の夜に家内がね、冷蔵庫に入れてたんですけど、ちょっと昨日食べれなかったんで今日食べます。はい。でこれはおこわですね。はい、じゃあいただきましょう。はい、いただきます。ここにお醤油いいですか？ちょっとやる。あったかいものが美味しい。ちょっと鶏の唐揚げ食べてみよう。そんな有名なんやったらみたいな。そんな有名やったら。どうですか？美味しい。美味しい。これでもちょっと私これ食べてみたいです。そうやな。どう？なんかまあ甘いね。南蛮漬けではない。南蛮漬けほど酢効いてない感じ。中華風やな。そうそうそう。キスな。珍しいよな。あんまりこう買わないからキスなんて売ってないやん。そうやね。キスの南蛮安かった漬けね。ね今日売ってるの見たら。こんな大きいのね。美味しいわ。ねは何鶏くれて？誰欲しい人？はーい。これすごいな。びっちりやね。これあさりめっちゃすごいですよこれ。すごいなんか。いいの？はいどうぞ。どう？美味しい？これねあさり、これ全部あさりですからね。なかなかですね。いただきます。すごいねあさりの量が。美味しいですよ。なんか結構食べやすい感じ。食べやすいな。なんかもっと濃い味かと思ったら全然食べやすいわ。食べやすい。美味しい。
母ちゃん、はーい。コーヒー入りました。はい。ありがとうございます。お母ちゃんお疲れさんでした。お疲れ様でした。長い距離お疲れ様でした。まあでもね、青森に比べたらでも何回言うの。ほんまに青森に比べたらでもこれ立派なブドウやな。立派ですね。詰まってる。すごいな。なんかでもこういう時期のもん食べるのってやっぱ美味しいな。美味しい美味しい。美味しい。なんか幸せやなと思う。フルーツは贅沢ですね。本当にね、いいよね。ネギはもう可愛い顔して可愛い顔して寝てるね。ネギはね、8月の26日が誕生日なんですけど、2歳になりました。まあ誕生日会をしたんですけども、まあ、その様子がこんな感じ。ハッピーバースデーナギお座り。ハッピーバースデーディアナギハッピーバースデーストップナギ待てふうするよ。せーのあごおめでとう。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 なぎ。おめでとう。よし。これお肉からいったね。そうなんですよ。無事に2歳を迎えてくれて、まあ親としてはもうほっとしてるって感じかな。健康に育ってもらってね。もうすくすく大きくなりすぎてるぐらいになってるんで、まあそれでね、優しい子にも育ってくれてますから、まあよかったなっていうふうに。でその時もね、家内がケーキを作ってくれて、まあ、毎年ねケーキを家内が作ってくれるんですけど、スーズの時もね作っててんな。作ってくれて、やっぱりね、そういうひとときっていう、なんかそのどう言えばいいですかね、その自分のこう見てるその絵っていうものがこう、そのひとときの絵っていうものがやっぱりね、ずっと心に残るんですね。だからこういうことが幸せなのかなって思うんですよね。まあナギとね2年を過ごしたんですけども、まあ大変だったね。大変だったのに、なんかすごくね、愛おしい日々っていう風にねやっぱ感じるんですね。2年経ってまだ2歳なんですけど、もちろんもう2年も経っちゃったのかっていう、なんていうんですかね、こうある意味やっぱりカウントダウンでもありますよね、こういうことっていうのはね。だからやっぱりね、自分たちよりも時間が短い動物なので、どうしてもこの日一日がね大事だなと思いますね。すずが旅立ってからね、まあ、すぐだったんですけど、ナギをお迎えして2年経って、なんかやっぱりね、家族4人でずっと過ごしてる気に私たちはなっていて、まあいい時間を過ごさせてもらってるなと思ってます。はい。で誕生日もね無事に迎えられてね、こんなに大きな子になりましたしね。大きすぎる。大きすぎますね。じゃあコーヒーいただいてね、もう今日はもう眠いんで寝ようと思います。はい、じゃあいただきましょう。あ、いた、ちょっと当たったぞ。危なかったぞ今。痛くなかったけど痛い言うても。こら美味しいとったよな。
ちょっとこのバンクの上は暑いな。よいしょ。疲れた。ですね、今は朝の3時31分ですね。3時31分です。見えるかな。寝てたんですけど、サブバッテリーを使い切っちゃいました。ちょっと湿気があってエアコンをつけてたんですね。で、昨日のお昼間も暑かったんで、ナギが車内にいる時間があったのでエアコンをつけてたんですけど、設定温度をねかなり低くしちゃってたんですね。でそれで、ここに着いた時点で 50% ぐらいだったのかな。でそれでいけるかなと思って途中で切ったりとかしてたんですけど、そのまま寝ちゃったんですね、つけて。さっきねトイレ行こうと思ってエアコン止めようと思ったんですよ。そしたらエアコンが動かないなと思ったら、サブバッテリーがですね 10% でもう 10% を加減にしてるんで動かなくなっちゃいましたね。携帯のライトで照らしてるんですけど、母ちゃんちょっとスイッチ入れてみてくれる？それちょっと押してみてね。今館内に押してもらったんですけど、室内は真っ暗の状態ですね。で、バッテリーも今こういうふうに下限の 10% に下限の 10% に到達してしまってるので、自動で全部切れちゃってますね。これ本来はこっちになって青になってるんですね。でも青になるとこういう警告灯みたいなのがついちゃって勝手に切れちゃうんですね。 10% なので。で室内はこんな感じ。停電した家みたいな感じになってますね。はい、やっちまいましたね。で今車内は停電したような状態ですね。でこの状態だともうエアコンも何ももちろんつかないんで蒸し暑いんですね。なのでちょっと今からエンジンをかけて走行して、でバッテリーを少しでも回復させて、まずエアコンが回らないとナギがねやっぱりハハハハなっちゃうんで、窓開けてもね蒸し暑いんですよね。なので今から時刻は4時前ですけどね、今から走行して充電回復したいと思います。はい、やっちまいましたね。